はい、皆さんこんにちは、コビーです。今回はアニメーションの基礎、バウンシングボールの動画になります。僕の最終目標として自分で作ったキャラクターを動かしてみたいというのがあるので、まずはアニメーションの基礎から勉強してみようと思い、バウンシングボールに挑戦してみました。だいたいどんな本やウェブサイトとかを見ても、バウンシングボールがアニメーション初心者用の題材として取り上げられてると思うんですが、今回挑戦してみて思ったのは、バウンシングボールでも難しいってことでした。ボールだけなのに納得のいく動きにするには何時間もかかってしまい、かなり苦戦しました。そこで今回はこのバウンシングボールに挑戦してみた中で、僕が学んだことを微暴録的にまとめておこうと思い動画にしてみました。僕と同じようにアニメーションの勉強を始めたばかりの方や、これから挑戦してみたいって方の参考に少しでもなってくれたら嬉しいです。ではまず今回のバウンシングボールを通して学んだアニメーション用語を見ていきたいと思うのですが、このようなものがありました。エクストリーム、インビトゥイーン、タイミングとスペーシング、イーズイン、イーズアウト、ストレッチ&スクワッシュ、コンタクト。それではこれらの用語を一つずつ見ていきましょう。まずはエクストリーム。エクストリームはあるアクションの動きが最大に達した位置にある絵のことで、要は原画にあたる部分ですね。このエクストリームだけでも動きとしてのアニメーションは一応成立するんですが、動きがまだ滑らかではないので、次にインビトゥインが必要になってきます。インビトゥインは2つのエクストリームの間を補完する絵のことで、日本のアニメでいうところの中割りですね。インビトゥインが入ることでさっきより滑らかな動きになりました。次にタイミングとスペーシング、そしてイーズイン、イーズアウトを見ていきましょう。まずタイミングですが、これはある動きがどのくらいの時間をかけて行われるのかということで、バウンシングボールでいうとこの部分になります。そしてスペーシングはエクストリーム間の中割り、つまりインビトゥインをどういう間隔で配置するのかということで、簡単に言ってしまえば1フレームでどのくらい動くのかを指定しています。この場合だと左から1フレーム目、2フレーム目、3フレーム目となり、スペーシングは全て一定です。次にこれはボールのアニメーションのスペーシングだけを変えてみたものになるんですが、これをアニメーション用語でイーズイン、イーズアウトと呼びます。イーズイン、イーズアウトは初めはゆっくり動き始めて徐々に加速し、最後またゆっくりと減速していきます。このようにゆっくり動き始めるのがイーズイン、それとは反対にゆっくり止まるのがイーズアウト、そしてゆっくり動き始めてゆっくりと止まるのがイーズイン、イーズアウトになります。このイーズインとイーズアウトの呼び方は実はいろんなソフトウェアや業界の違いなどで反対の意味で使われていることもあるみたいなんですが、今回はブレンダーのグラフエディターの機能でイーズインとイーズアウトを使った場合の動きを基準にイーズインとイーズアウトの呼び方を扱っています。最後に全ての動きを並べるとこんな感じになります。スペーシングが一定だと機械的というか、ちょっとつまらない動きになってしまいがちなので、意思を持って動くようなキャラクターアニメーションをする場合には、このスペーシングをどんな風にしたらいいのかを考えて作業することがとても大事になってくると思います。また体の小さな動物がすばしっこいのに対して、体の大きな動物はのそっとした動きになるように、スペーシングは物の重さを表現するためにも非常に重要な要素になってきます。次にストレッチ&スクワッシュを見ていきましょう。ストレッチ&スクワッシュはこんな感じで伸び縮みさせることで柔らかさだけではなく、より生き生きとしたアニメーションを作りたい時にも非常に役に立ちます。これはストレッチ&スクワッシュをより強調したアニメーションで、こっちは通常のアニメーションです。2つを比べてみると、ストレッチ&スクワッシュを強調したアニメーションの方がボールなのに生きているような、より生き生きとしたアニメーションになっているかと思います。さらにストレッチ&スクワッシュを強調したアニメーションにしてみたらこんな感じになりました。最後はコンタクト。これは先ほどのストレッチ&スクワッシュにも少し関係してくるんですが、物が何かに接地する瞬間をしっかり描きましょうということです。バウンシングボールでいうと、ボールが着地する瞬間と飛び跳ねる瞬間をしっかりと地面に設置させておくことで、そうしていない場合に比べてよりジャンプの勢いやメリハリ感を強調させることができます。
今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。引き続きアニメーションの基礎学習として次は振り子のアニメーションに挑戦してみましたので、そのまとめ動画も近いうちに編集して皆さんに共有できたらなと思っています。それではまた次の動画でお会いしましょう。